こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は SDEX、ニューガンダムを作っていきたいと思います。このシリーズを作るのは、結構前に作ったガンダムエアリアル以来ですね。エアリアルの出来は非常に良かったので、今回作るニューガンダムもかなり期待できそうです。ということで早速ニューガンダムの箱の中身をチェックしてみましょう。はい。こちらが今回作っていく SDEX ニューガンダムになります。箱の中身は通常のランナーが5枚。ボディキャップランナーが1枚。そしてシールと説明書が1枚ずつ入っていました。ランナーの枚数は一般的な SD と同じくらいでしょうか？ただシールの量が多いですね。まあ、値段を考えれば仕方がないですが、色分けはほとんどシール頼りですよこれ。さて、箱の中のランナーを確認して、欠品や破損がないようであれば、このまま組み立て作業に入っていきましょう。はい。それでは SDEX、ニューガンダムを組み立てていきたいと思います。今回の組み立てには、タミヤの薄葉ニッパーを使用しました。このニューガンダムはパーツの数がそれほど多くないため、比較的短時間で組み立てることができました。組み立て工程もシンプルで、ガンプラ初心者の方でも気軽に楽しめるキットだと思います。その分、色々と足りないと感じる部分も多い印象ですね。はい。こちらが組み立てが完了した SDEX ニューガンダムになります。これは、かっこいいじゃない。色分けや肉抜き穴など、気になる点は多々ありますが、プロポーションや造形の完成度は高く、600円という価格を考えれば十分満足できるキットではないでしょうか？さて、このままでも十分かっこいいニューガンダムですが、今回はさらに完成度を高めるため、各部の改造と筆塗りによる全塗装で、ニューガンダムをかっこよく仕上げてみたいと思います。はい。それではニューガンダムの改造を始めていきたいと思います。まずはニューガンダムの各部にある、肉抜き穴を処理していきたいと思います。まずは端材のランナーを使用して、足裏に開いている3ミリ穴を埋めていきます。このランナーは穴の縁ギリギリの長さで切るのではなく、ある程度余裕を持たせてカットしていきます。ランナーをカットできたら、流し込み接着剤で、ランナーを接着しておきます。続いてアルミホイルを用意して、肉抜き穴に詰めていきます。肉抜き穴にアルミホイルを詰めることで、この後に使うパテの量を節約しつつ、完成時の模型の重量を少し軽くすることができます。まあ、私の主な目的はパテの節約なんですけどね。肉抜き穴にアルミホイルを詰めることができたら、エポキシパテを、アルミホイルの上から詰めていきます。この時、パーツとの間に隙間ができないようにしっかり押し込み、少し盛り気味にパテを詰めていきます。エポキシパテは引けが少ないですが、念のため多めに持っておくといい感じです。パテを肉抜き穴に詰め終えたら、最低でも1日しっかり乾燥させましょう。エポキシパテが乾燥したら、デザインナイフを使用して、パテを大まかに削っていきます。デザインナイフを使用してパテの形をある程度整えることができたら、リューターを使用して一気にパテを削っていきます。この作業では細かいパテの粉がたくさん舞うので、必ずマスクを着用し、できるだけ粉を吸わないように作業しましょう。この粉を吸うと気分が悪くなるので、マジでマスクはつけた方がいいですよ。リューターを使って大まかにパテを削ることができたら、鉄ヤスリと紙ヤスリを使用して、リューターで荒れたパテの表面をきれいに整えていきます。ヤスリを使って荒れた表面を整え、パーツの縁とパテがつらい位置になるように削れば、肉抜き穴の処理は完了になります。この作業を、他の肉抜き穴があるパーツにも行っていきます。続いてニューガンダムの型を改造していきます。このニューガンダムの型は、モールドがかなり省略されていて、見栄えがあまり良くないので、今回はディテールを追加してかっこよく仕上げてみたいと思います。まずは端材のランナーを型のモールドに差し込み、改造する部分の土台を作っていきます。モールドにランナーを差し込み、切り取る位置に、マーカーで印をつけます。マーカーで印をつけたら、
印に合わせてニッパーでランナーをカットします。切り取ったランナーは、流し込み接着剤を使用して、動かないように固定します。ランナーを使って土台を作ることができたら、結束バンドを使用して、ニューガンダムのモールドを作っていこうと思います。まずはデザインナイフを使用して、結束バンドを適当な長さに切り出します。結束バンドを切り出すことができたら、瞬間接着剤を使用して、切り出した結束バンドを接着していきます。結束バンドのギザギザはプラモデルとの相性が良く、ディテールアップ用のモールドとして活用できるんですよね。しかも安い。結束バンドを貼り付けた接着剤が乾燥したら、0.5mm のプラ板を用意して、適当な大きさに切り出します。プラ板を切り出すことができたら、流し込み接着剤を使用して、切り出したプラ板を貼り付けていきます。先ほど型に結束バンドを貼り付けましたが、結束バンドを貼り付けるだけではディテールアップとして中途半端になります。なので、プラ板を貼り付けて、元のバーニア部分を自然な形状に仕上げていきます。プラ板を貼り付けた接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、大まかにプラ板をカットしていきます。プラ板を大まかにカットしたら、デザインナイフと、ヤスリを使用して、型にあるモールドの形に合わせてプラ板を成形していきます。プラ板を型の形状に合わせて綺麗に成形できたら、型パーツのディテールアップは完了です。元の状態と比較すると、情報量が増えて見栄えも良くなりましたね。はい。続いてニューガンダムの各部にある、目立つ合わせ目を消していきたいと思います。今回合わせ目消しに使用した道具は、クレオスの流し込み接着剤です。この接着剤を合わせ目部分にたっぷり流し込み、接着剤がプラスチックを溶かすまで40秒程度待ちます。接着剤を流し込み、時間を置いたら、パーツ同士を思いっきり貼り合わせます。この時、パーツの合わせ目から、溶けたプラスチックがむにっとはみ出てきたら、合わせ目消しは成功になります。合わせ目消しを行った後は、最低でも1日乾燥させましょう。接着剤が乾燥したら、彫刻刀、デザインナイフ、紙やすりを使用して、合わせ目からはみ出たプラスチックを削っていきます。合わせ目からはみ出たプラスチックをきれいに削り取ることができたら、合わせ目消しは完了です。今回のニューガンダムは合わせ目がそれほど多くないので、比較的楽に作業を進めることができますね。続いてパーツのシャープ化を行います。SD ガンダムのパーツの先端は丸まっていて格好良くないので、先端を尖らせて見栄えを良くしていきたいと思います。まずはじめに、紙やすりを使用して、パーツの先端を少し削り、プラ板を貼り付けるための土台を作ります。紙やすりでパーツの先端を平らにしたら、毛書き針を使用して、パーツの先端に傷をつけていきます。毛書き針でパーツの先端に傷をつけたら、0.3mm のピンバイスを使って、先端に浅く穴を開けていきます。ピンバイスでパーツの先端に穴を開け終えたら、0.3mm の溶白線を用意して、ピンバイスで開けた穴に溶白線を差し込んでいきます。溶白線をパーツに取り付けることができたら、1mm 厚のプラ板を、パーツの先端に接着していきます。プラ板の接着には、瞬間接着剤を使用しました。今回はアンテナの先端にのみプラ板を貼り付け、延長工作をしました。さて、先ほどパーツの先端に溶白線を取り付けましたが、これは貼り付けたプラ板が取れづらくなるよう補強するためです。少々手間がかかりますが、後々の作業を考えると、溶白線は取り付けた方がいいですね。プラ板を貼り付けた瞬間接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、プラ板を大まかにカットし形を整えます。ニッパーでプラ板を大まかにカットすることができたら、鉄やすりと紙やすりを使用して、貼り付けたプラ板を削り込み、先端が鋭くなるように成形していきます。アンテナの先端を鋭く整えたら、シャープ化の作業は完了です。アンテナはかなり目立つパーツなので、小さな改造ですが見栄えが良くなり、引き締まった印象になりました。続いて脚部の改造を行います。SDEX のニューガンダムは脚部に大きな肉抜き穴が開いていて、見栄えがあまり良くありません。
そして、この肉抜き穴はパテで埋めるだけでは本来の形状にならないため、プラ板を使った工作で、脚部の形状を再現していきたいと思います。まずはパーツを作るために、P カッターを使ってプラ板を切り出します。今回は 1mm 厚のプラ板と、0.5mm 厚のプラ板を使ってパーツを作っていきたいと思います。パーツを切り出すことができたら、彫刻刀を使用して、パーツのモールドを作っていきます。彫刻刀で大まかにモールドを作ったら、ガタガタになっている切り口を、鉄やすりを使用して、綺麗に整えていきます。プラ板の切り口を綺麗に整えることができたら、ひとまずこのパーツは置いておきます。続いて適当に切り出した 0.5mm のプラ板を、流し込み接着剤を使用して、軽く接着していきます。このプラ板は後から剥がすので、接着剤は少しだけ塗布するようにしましょう。プラ板を接着したら、ガンダムマーカーを使用して、プラ板に印を書き込んでいきます。マーカーで印をつけ、インクが乾いたら、書き込んだ印に沿ってニッパーでプラ板をカットしていきます。プラ板をカットすることができたら、ヤスリを使用して切り口を整えていきます。プラ板の形を整えることができたら、作業前に接着したプラ板を剥がします。この作業は刃が滑って怪我をしやすいので、注意してプラ板を剥がしましょう。これで同じ形のプラ板を複製することができました。それではこれまでに用意したプラ板を組み立てていきましょう。切り出して加工した 1mm 厚と 0.5mm 厚のプラ板を、流し込み接着剤を使用して、丁寧に組み立てていきます。流し込み接着剤を使用して作業することで、プラ板の微妙な位置調整ができます。接着剤が乾燥する前に、パーツの形状を仕上げていきましょう。さて、プラ板だけでパーツを作るのもいいのですが、もう少し完成度を高めたいので、我が家のマウンテンサイクルからジャンクパーツを探し、自作パーツをディテールアップしたいと思います。今回はこのバーニアのジャンクパーツを使っていきます。ジャンクパーツはこのままではサイズが大きいので、先ほど作ったパーツのサイズに合うように、ジャンクパーツを加工していきます。このバーニアのジャンクパーツは、完成時にほとんど見えなくなってしまうため、割と適当に加工してもいい感じです。ジャンクパーツを加工することができたら、先ほど作ったプラ板パーツに接着していきます。パーツの接着には、瞬間接着剤を使用しました。この時、パーツの各部に空いているわずかな隙間も、瞬間接着剤で埋めておきましょう。はい。自作パーツが完成したので、続いて脚部にパーツを取り付けるためのスペースを作ります。脚部の肉抜き穴にパーツを取り付けるためのスペースを確保できたら、実際にパーツを仮合わせして、しっかり取り付けられるか確認していきます。問題なくパーツを取り付けることができたら、脚部の改造は完了になります。あ、そうそう。今回の自作パーツは全て目測でプラ板を切り出しているので、切り出すプラ板の正確なサイズを紹介することができません。この動画を見て真似してみようかなという方は、動画の手順を参考にして真似をしていただけたら幸いです。続いてニューガンダムの細かい改造を行いたいと思います。今回はニューガンダムの各部にある使わないピンを取り除いていきたいと思います。まずは、ニッパーを使用して、使わないパーツのジョイントを切り取ります。ジョイントを切り取ることができたら、紙やすりを使用して、荒れたパーツの表面をきれいに整えていきます。パーツの表面を整えることができたら、彫刻刀を使用して、モールドからはみ出ている細かいジョイントを切り取ります。このような細かいところも見落とさず、しっかり丁寧に作業していきましょう。さて、ジョイントの穴が思ったよりも深かったので、瞬間接着剤を使用して、若干開いている穴を塞ぎます。瞬間接着剤を穴に盛り、完全に乾燥させるまで時間を置いたら、紙やすりを使用して瞬間接着剤を削っていきます。パーツの穴を塞ぎ、綺麗なパーツを作ることができたら、パーツのジョイントを取り除く改造は完了です。続いて、インファンネルに開いている穴を塞ぎます。ファンネルの穴を塞ぐのに使用するのは、1mm厚のプラ板です。適当に切り出したプラ板を穴に差し込み、
パーツの裏側から、流し込み接着剤を使用して、プラ板を接着します。プラ板を接着することができたら、ニッパーを使用して余分なプラ板をカットしていきます。この作業をファンネルの開いている穴すべてに行い、接着剤が完全に乾燥したら、紙やすりを使用して、取り付けたプラ板を削り、パーツの表面とプラ板が面位置になるように成形していきます。インファンネルの穴がきれいに塞がったら、ニューガンダムに行うすべての改造作業は完了になります。はい。こちらが改造作業が完了した SDEX ニューガンダムになります。いやー、ここまで改造するのにかなり時間がかかりました。ニューガンダムの正面は特に問題がないのですが、裏側のスカスカ具合がとんでもなかったですね。SDEX は値段が安くていいシリーズなのですが、肉抜き穴が、って感じですよね。肉抜き穴を処理するのは大変なので、全パーツも中割りにしてほしいです。も中割りの方が幾分作業が楽なのです。はい。ニューガンダムにサーフェイサーを吹きました。ここまで来ると完成までもう一息という感じがしてきますね。このサフを吹いた状態で、改造箇所の確認を行い、手直しをする必要がなければ、このまま塗装作業に入っていきましょう。今回は特に作業箇所が多かったので、念入りに修正箇所がないかを確認しておきましょう。特に肉抜き穴があった場所とかですね。引けや細かい凹みがよくあるので、要チェックです。今回は割といい感じに改造できたかな？はい。改造箇所の確認も終わったので、ニューガンダムの塗装作業に入っていきたいと思います。ですが、塗装の前にしっかり準備を済ませておきましょう。それでは塗装を始めていきます。まずはパーツの裏側を黒で塗装していきます。この塗装に使用した塗料は、タミヤのナトーブラックです。パーツの裏側を黒で塗装することで、模型に奥行きや立体感を出すことができます。簡単な塗装で高い効果を得ることができるので、ぜひやっておきたい作業ですね。続いて白色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーベース、コラックスホワイトです。この白の塗料はやや暗い仕上がりになりますが、その分隠蔽力が非常に高く、ストレスフリーで白の塗装をすることができます。筆塗りで白を塗装するのであれば、個人的にはマストな塗料だと思います。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのモンザレットです。ガンダムタイプに使用する赤色の定番ですね。下地がしっかりしていれば、少ない塗装回数で綺麗に発色してくれる塗料なので、白なら白、黒なら黒で下地を整えた上で塗装していきましょう。続いて灰色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、タミヤのメタリックグレーです。この塗料はニューガンダムのバルカンや関節に使用しました。ガンプラの関節などに使う定番色はジャーマングレーなのですが、今回は HG のニューガンダムを参考にして、メタリックカラーで塗装してみました。続いて黄色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、シタデルカラーベース、アバーランドサンセットです。この塗料も先ほどの白と同じで、非常に隠蔽力が高く、使い勝手が良い塗料です。通常の黄色塗料は隠蔽力が低く、なかなか綺麗に塗装することが難しいですが、このアバーランドサンセットはどの色の上から塗装しても、綺麗に発色してくれるので便利ですね。続いて緑色の塗装を行います。この塗装に使用した塗料は、クレオスのメタリックグリーンです。この塗料は、ニューガンダムの各部にある凹みモールドに塗装してみました。凹みモールドは墨入れで塗りつぶしてもいいのですが、色分けされていた方がかっこいいので、大変ですがしっかり塗装しておきましょう。はい。ニューガンダムの基本塗装が完了しました。この段階で一旦ニューガンダムを組み立て、はみ出た塗料のリタッチ作業を行います。リタッチ作業や塗り忘れの修正が完了したら、光沢のトップコートを吹き、この後の墨入れ作業に備えましょう。はい。
ニューガンダムにトップコートを吹いたので、続いて墨入れ作業を行っていきたいと思います。まずはタミヤエナメル、フラットブラックを使用して、ニューガンダムの各部にあるダクトのモールドを塗りつぶしていきます。はい。モールドを塗りつぶす墨入れが完了したので、続いて、墨入れ用塗料ブラックを使用して、ニューガンダム全体に墨入れを行っていきます。今回は SD ガンダムを作っているため、メリハリを効かせ、全体を引き締めたかったので、黒の塗料を選択して墨入れをしてみました。まあ、本当は調色するのが面倒なだけなんですけどね。さて、墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、モールドからはみ出ている塗料を拭き取っていきます。トップコートを拭いたのでエナメル塗料自体は拭き取りやすくなっているのですが、力を入れてパーツをこすると、塗装した塗料が剥がれてしまいます。なので、塗料を拭き取る際は、優しく丁寧に拭き取っていきましょう。はい。ニューガンダムの塗装と墨入れが終了したので、最後に仕上げを行いたいと思います。まずはニューガンダムの各部にシールを貼っていきます。シールを貼る場所は主に頭部とエンブレムになります。シールをピンセットで取り、指定の場所にシールを貼ったら、綿棒を使用して、シールを圧着させていきます。目のシールなのですが、頭部の合わせ目を消した影響で少し貼りづらくなっています。なので、目のシールは熊取りの部分を少しカットして頭部に貼り付けました。続いてアムロのパーソナルマークを貼っていきます。付属のシールは余白が大きいため、余分な部分を丁寧にカットして、パーソナルマークのみをパーツに貼れるよう加工していきます。余白を切り取ったら、先ほどと同じ手順でシールを貼っていきます。ただ、切り取ったシールに綿棒を使うのは失敗でした。切り口の毛羽立っている部分に、綿棒の毛が付着して大変なことになりました。ここは素直にデカールが良かったかもしれません。続いて脚部に自作パーツを取り付けていきたいと思います。パーツの取り付けには、ひっつき虫を使用します。ひっつき虫はちょっとしたものを固定する、練り消しのような便利なアイテムです。特にベタベタもしないので、使い勝手がいいですね。と、パーツを付けることができたら、ニューガンダムに行うすべての作業は終了になります。はい。こちらが完成した SDEX ニューガンダムになります。これは、なかなかいいじゃない。成型色のままでも十分魅力的なキットですが、各部の改造と細かい塗り分けを行うことで、一気に完成度が上がりましたね。ただ正直なところ、今回は少し失敗してしまった部分があり、個人的には100点満点とは言えない仕上がりになってしまいました。その失敗した部分というのが、最後のシール貼りです。作業中にも少し話をしましたが、パーソナルマークのシールを貼る際、シールに付着するホコリに苦戦したり、目のシール貼りに失敗して、左目が少しずれた位置に貼り付いてしまいました。ほんの少しのシールのズレですが、個人的にはかなり気になるポイントで、最後の最後で大きな失敗をしてしまいました。改造と塗装はうまくいっていただけに、なんか、結構テンションが下がりましたね。終わり良ければ全て良しと言いますが、終わりが全く良くなかったので、今回の出来はそこそこといった感じですね。今度からはできるだけデカールを使ったり、目もしっかり塗装していきたいと思います。ということで、SDEX ニューガンダム作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。個人的には少し満足のいかない仕上がりになってしまいましたが、この反省を活かしてさらに良い作品を作っていきたいと思います。今後も SD ガンダムの作業動画を投稿していくので、チャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。では、さよなら。